ベナスタイルです。こんにちは、千葉空です。最近暑くなってきました。もう最高です。待ちに待った夏がやってきました。てかメキシコ帰ったばっかの時にこの企画をやろうと思ってたんだけど、なんかちょっとタイミングが合わなくて結局やめてしまいましたコメントとかも結構いただくんですよね、メッセージとか。その中でもやっぱりメキシコの質問がすごい多いので、コロナとか収まってきたら多分海外旅行とかも行けるようになるじゃん、どんどん。メキシコの動画とかもいろいろアップはしたけど、個人的なそのおすすめスポットを紹介したいなと思って動画にさせていただきます。なんか進めたいのがさいっぱいあるから多分長くなってしまったら申し訳ないです。もう全部カットでカットして送ります。ではお待たせしました。私のおすすめするメキシコスポットランキングスタート。ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで早速メキシコおすすめスポットランキングトップ5。まずは5位をご紹介します。5位、ハニツヨ。もうハニツヨといえばね、隠れ有名スポットですよ。死者の日にハニツヨ島に行きたいっていうメキシコ人の方たちが結構多いらしくて、ハニツヨ島は船でしか行けないんだけど、ただ私が行った時はコロナ禍だったので1日目が船が出ない。その時は死者の日だったっけな。ごめん、ちょっと自分の動画さ見返してからこの動画作れよって思うじゃん。ちょっと間違ってたら申し訳ないです。で、そのハニツヨ島のチケット買えなかった日にすんごい落ち込んだの。うわ、ここまで来て行けないってありみたいな。最終日もう本当に念をかけながらチケットを買いに行ったらチケットが買えたんです。本当に喜んだ、あれは。でこの日は確か死者の日最終日かな。帰んなきゃいけない日だったんですよ、その日ね。車で確か 3,4 時間したような気がするんだけど覚えてない、ごめん。ハニツヨ島の死者の日の夜のお墓がもう本当にやばいらしくて、ちょっと行けなかったんですよね。もうね、本当にそれだけ悔いですねでも本当に可愛い街だったんですよ。見てわかる通り永遠に階段でございます。皆様心を折れず一生懸命登っていけば頂上には何か素晴らしいものがあると思いますので、ぜひ頑張って登ってくださいね。でも本当に体力やばかった。階段ずっともう両サイド民芸品素晴らしかったね。ちょっと疲れたなと思ったらお土産さん寄れるし、なんか途中でレストランとかもあるから、なんか全然楽しい。疲れるけど楽しいって感じっていうか、なんかもうそれがいいよね。経験できることも少ないから本当に行ってよかったなと思って、お気に入りです。でハニツヨ島のてっぺんは景色がね一望できますね。ここはメキシコのお札の50ペソの絵になったところでもあるんですよね。メキシコを代表する場所でもあるんですよね。もし目の前にどこでもドアがあって1日だけしかメキシコ遊べませんよ、どうぞ行ってらっしゃいって言われたら、ハニツヨと言っちゃえば1日でメキシコ感味わえます。ほんと飾りも超可愛いし、何よりメキシコの良さでもある民芸品もう大量に売ってるから本当に楽しい。でしかもメキシコ料理も食べれるし、あとはハニツヨ島の名物のお魚料理とかも食べれるので、しかも子供たちのなんかダンスとかもやってるんですよ、これね。なんかね、1日で本当にね味わえる。そんな印象でした。でもやっぱり行くなら死者の日狙ってほしいと思います。夜そのお墓を見ればもう最高の一日になると思います。ただこの島は宿泊施設がないです。あんまり大きい島でもないので1日でほんと十分だなって感じだと思います。行くとしたら船の時間はチェックしといてくださいね。私の動画でも紹介してると思うけど、軽く季節とかによって変わるかもしれない、もしかしたら。続いて第4位、チンツンツァン。チンツンツァンは本当到着してすぐ思ったのが、めっちゃ田舎じゃん。なんかね、想像してたのがちょっと違った。すっごい静かな街でした。チンツンツァンってすっごいおしゃれな名前じゃん。だから結構今時の街なのかなってぶっちゃけ思ってた。でもね、なんといってもその田舎っぽさが逆に洒落てるというか、日本とかでもそうじゃん。田舎の方がさ、昔の雰囲気が味わえるみたいな空気というのわかります？だから私はメキシコシティにずっと住んでたけど、メキシコシティって結構なんか都会だからぶっちゃけ言うと東京とあんま変わらなかったの。それは言い過ぎかな。そうだからメキシコ来た感があんまりなかったというか、で私は結構もうその国のっぽさが好きだから結構気に入りましたね。で私の友達も結構メキシコ大好きな子なんだけど、今まで行ったところで一番好きなのはチンツンツァンって言ってましたね。結構メキシコ好きだったら気に入る街でもあります。ただミチョアカン州なので、治安とかやっぱ気にされてなかなか行こうと思わないかもしれないですけど、でもミチョアカン州にもね落ち着いたところもあるんだなって私も学びました。全然勉強不足なんで、メキシコのいいところ、隠れたスポットいっぱいあるんだろうなって感じました。
死者の日だったんですよ、これもね。ここのお墓も本当に最高でした。ぶっちゃけ私は死者の日一人でさっき紹介したハニツヨ島に行く予定だったんですよ。で友達に話したら、私もメキシコ人の友達たちと行く予定です、行きましょうっつって、行こう行こうってなって、その子たちに参加させてもらったのね、私は。その友達グループがまずはチンツンさんも行くみたいな、もうついてったって感じなんですよ。なんでここ来たのって言ったら、死者の日のチンツンさんもすごい有名みたいですね。メキシコいるならここは行くべきだよってなんか言われたらしいです。はい、私は聞いたこともなかったから、場所に着いた時は美しい、本当に感動しましたね。メキシコの良さが溢れ出てるような、そんな感じでした。もう本当に華やかで、もういろんなとこで音楽奏でてて、たくさんのフルーツが飾られてて、もうマリーゴールドだらけなんですよね。ちょっと説明しなくても見ればわかるけどね。もう日本人の私からするともう真逆のイメージだったので、度肝を抜かれたというか、経験させていただいて本当にありがたかったなって感じました。もうメキシコがさらに大好きになりました。もう動画でも説明してるんでちょっといらないかもしれないんですけど、亡くなった方の魂とこうなんかお祝いっていうかお祭り一緒に遊ぶみたいな、なんかもうそんな感じの文化というか、本当に素晴らしいなって、もう違う意味で感動。いやもう本当に死者の日を狙って行ってみてください。本当にいい経験になります。でも死者の日って日にちは決まってますけど、その周辺の日前後の日にいろんなお祭りとかも始まりだしてるので、ちょっと長く死者の日を味わえます。死者の日のイベントは本当メキシコ中でやってるんですけど、中でもおすすめスポットはオアハカ、ハニツヨと、あとどこだっけ、でもメキシコシティもでかいパレードがやってるみたいなんですよ。私は経験ないんですけど、そんな感じです。ちょっと死者の日について私なりにまとめた動画があるので、こちらをご覧ください。あとは行く前にやっぱりね、リメンバーミーを見てから行ってほしいです。ここね、もうこれを見れば一発で死者の日とはどんな日っていうのを大体わかります。で行った時の感動がさらにもう倍増するので、もうおすすめです。見てから行ってみてください。であとはもうぜひカトリーナメイクをやってみてください。その顔にペイントしてもらえるお店は結構賑わってるとこであればテントとか張ってやってるところが多いので、ぜひそれも体験してみてください。第3位、グアナファト。次メキシコ行ったらぜひ住みたい場所ナンバー1でした。観光地エリアとしては小さいかもしれないんですけど、でもなんかもうね、本当にね、もう本当におもちゃ箱、グアナファトが一番有名なんじゃないかなっていう私の中のイメージ。そんな感じの観光スポットなんですけど、もうね、ピピラの丘から見える景色がね、素晴らしい。なるべく景色が見える上の方に泊まりたいなと思って探したら、めちゃくちゃいい宿があったんですよ。旅行シーズンじゃなかったのかな、なんか人が少ない時期だったからかもしんないけど、すっごい安かったです。カラフルな景色がベランダから見えるっていう、最高じゃないですか。やっぱさ、一人だからさ、夜景色のとこ行くのもさ、ちょっと不安だったりするじゃん。でもその宿にいればさ、もうベランダで一人でワイン飲んで一望できんだよ。最高でしょ。おすすめ。すっごいいい宿だった。でもね、ちょっとね、名前がわかんないんだよね。エアビーで探しました。頑張って探してみてください。で、映画のリメンバーミーを見た方ならわかると思うんですけど、死者の国がバーって映る時があるんですけど、すごいカラフルで光り輝いたね、細々とした街みたいな。なんかそれがもうグアナファトって言われてます。ちょっとね、リメンバーミーの舞台となった場所は、シーンごとでちらほら街が違うみたいなんで、いろんなとこにあるみたいです。で、ぶっちゃけ真実はわかりません。作者じゃないんで。グアナファトは日本人の方も結構行ってますね。みんな行ったって言ってたんで、私が行くの遅かったんですけど、もっと早く行けばよかったと思って何回も行きたくなる私のお気に入りの街ナンバー1ですね。もうとにかく写真映え。もうね、若い子はね、絶対行った方がいい。もう洋服何着も持って一日中街で撮影できるぐらい本当に可愛い街だから、映えたいならマジで行った方がいい。なんかやっぱメキシコにいるとさ、あんま夜出歩かないようにするとか結構心がけてたんだけど、グアナファトといえば意外と夜メインなんじゃないかぐらいすごい賑わってたの。そう、街ももう演奏がすごくて、もうレストランでさ、外の席でみんなお酒飲んでさ、そう演奏の人たちにお金を支払えば目の前でもう大音量で演奏と歌をね歌ってくれたりするから、本当に最高だと思う。私一人だったからさ、基本あんまね何も気にしないでやる人なんだけど、それがちょっと勇気がなかったのよ。レストランは入れるよ、お酒も飲めるよ。ただ一人ぼっちでお酒飲んで目の前で演奏されるとちょっとかわいそうな子になんないかなってはい、諦めました。
でも本当にやりたかった。もう最高。そんな一人ぼっちの私が参加したのが夜の街歩き演奏会です。ネーミングはもう適当につけたんですけど、でこれもエアビーでチケット取れました。あとはグアナバトのそのメインどころをなんか歩いていくと、ああいう演奏の服装した男の人たちがチケット売ってるんですよ。なんか私は買ってないからねわかんないけど、ネットではそう書いてあった。もうその場でチケット買っちゃえば OK じゃあ何時ねって多分行けちゃうんじゃないかな。この演奏会は夜しかやってないのかな、ちょっとそこら辺わかんないんですけど、でもやっぱり夜の街ってなんかちょっと歩くのも怖いじゃないですか。でもそのみんなについていけば本当になんかもう安心してもうグアナファトの街を巡れる。あとはメキシコの音楽って本当に最高なの。もう元気になるっていうか、もうビール片手についてってもいいから本当に陽気になれる、もう最高の夜を過ごせるので、でもぜひ参加してほしいと思います。最高だったな本当に。カップルに優しい街、なんかそんな感じがした。もう本当に寂しかった。第2位、やばくない？本当に感動した。本当にやばい。もう生きててよかった。